まあでも太一選手の方は今はシングルというよりかはもう完全にね、IWGP タッグの、挑戦が決まっている状況ですから、福岡で取りましたからね。まあズバリね、やっぱファンとしてはいつどこでどのタイミングで行くのかっていうのをやっぱ知りたいんですよ。何見てんのさっき後ろ気にして。いやもう帰ったもん、全員帰ったもん。なんでそんな気にすんの。そうですね、今いやいや、お客様の安全を確認して。お客様の安全どうしたの、なんからしくないの。らしくない。いやだからタッグのお客様のそのお客様がタッグをいつどのタイミングで挑戦するのか、今か今かと待ち受けてるんです。だから今日でよかったんだよ。今日お前ら呼ぶからこうなったんだろうお前。なんで俺らのせいなんだ。とばっちりもすごいなおい。でもほらザック選手はリング上でやっぱグッドコンディションを今日見せてくれましたし、太一選手もやっぱこうやって初めて見たと、やっぱすげえなあいつと、やっぱ太一選手にもすげえところをやっぱこれ見せなきゃいけないと思うんですよ。まあ新鮮だったな今日は。まあこのカードを見て分かるように、今日は俺組まれてねえんだよ。まあ俺とザックと同期、一緒に組まないで試合するってことを多分初めてだと思うんだけど。初めてか。俺だけ休みって。まあそれなりに理由があってな。なんで。まあ別に言ってもいいんだけど。なんで言うよじゃあ。何。まあ俺も感染してたってことだよ。コロナに。だから今日は本当は俺試合できる状態なんだよもう。もうそう。だけどザックがな気使ってくれて、もう少し休んでくれって、万全な状態でもう一回一緒にやろうって。だから今回の後楽園 3連戦俺と同期に任せて隊長休んでくれってザックが言ってくれたんだよ。ということはザック選手がそうやってその心配してくれてるということはやっぱそれなりにそのまあ感染したことに対して症状が出てお辛い日々を。まあそうだよな。まあそうまあこの俺とはいえまあ症状が出てしまってな。どういう症状出たの。もう前日までは何ともなかったんだけど、朝起きたら急に頭痛とめまいでね。めまい。ただごとじゃねえなと思って、もう朝起きて分かって、俺なかなか風邪ひいたり熱出すタイプじゃないから、おかしいなと思って、まあその夕方ぐらいにもう39度ぐらい熱出て。でも39度、そんなすぐ夕方にも朝起きておかしいなと思ってもすぐだって。でまああの時な福岡でああいう状態もあったし、もしかしたら俺もそうかもしれないと思ってる中、まあやっぱり案の定検査受けて陽性ってこと。まあ結果出る前に俺はもう自分で分かったけどな。味とかはなんかよく味しないとか言ってるけど。それね俺なかったんだよ。味はしたんだ。味も味覚もあったし、あとよく言われる倦怠感がそんななかったんだな。じゃあひたすらその熱が出る、熱とあとまあちょっと咳が出たりはしたけど、ほとんど発熱の症状がもう1週間は続いたんだ。1週間1週間熱出っぱなしだよ。あれなんかプレステ5とかめっちゃしてなかった。なんかしてたよ。してたよって。だってよプレステ5やっと当たったんだぞ俺。お前そんな時に寝てられるかっつうんだよ。いや休めよそこ。寝てられねえだろお前。プレステ5来たのに。どんな気持ちだよそれ。どんな負けず嫌いだよ。なんかプレステ5とコロナ天秤にかけてみ。プレステ5だろお前。コロナだろお前。どう考えてもそうだろお前。まあでもということは大勢選手は自宅療養という形では済んだと。そう俺はもう幸いな一人暮らしだし、もう家そのまま帰って、ただプレステ5届いてな。そのままやるしかねえだろ。自宅療養中にね、まあその個人の方がどう過ごされるかっていうのは自由だと思う。いやでも39度とか出てできるのか。まあ確かにそうですよ。マジでやってた。ただな倦怠感がなかったんで本当に。なるほど。それが幸いだったから。いや熱あるんだろ9度。熱あったんだけど意外といけんなと思ってコントローラーに行ったんだよ。なんで頭痛いんだろうだって。頭も痛かった。だけどいけんな。なんでそこいけるの。まあでもね、発想がおかしいだろ。実際にやっぱりそのまあコロナウイルス陽性でどんな反応が出るかっていうのは個人差があるという聞いてますけど、やっぱりそのどうしてもここまで世界的な問題になってもピンとこない方っていうのは多いと思うんですよ。太一選手はそうやって実際経験されて、やっぱり
その怖さというか、危なさというものは身に染みて感じた。そうだな、まあやっぱりただごとじゃねえって気づいたのは、まあ本当にさっきも言ったけど、熱出さない俺でもやっぱり1週間熱が続いたのももちろん初めてだし、人生で、あと保健所のお姉ちゃんたちの対応がもう半端なかったから、ただごとじゃないんだなって、毎日毎日体調を聞いてくるし、連絡返さないともう電話は朝からバンバンなるし、やっぱりただごとじゃない病気なんだなっていうのは分かったよ。もちろん太一選手もその、会社ともちろんそのいわゆる感染対策というものは徹底されてたけどという形なんですよね。もちろんそれはもう、ほら俺はもう全員が知ってる通り、誰よりも新日本で一番真面目な男で通ってるじゃん。いやちょっとクエスチョンやな。もう世界に通用するぐらい新日本プロレス一番真面目な男だ。だから俺は会社に従ったルールでな、もうどこにも行かず、この酒好きな俺でも、そうだね、家飲みか部屋飲み、酒好き、女も好き、ゲームも好きだけどもどこにも行かず、真面目やったんだよ、誰よりも。誰よりも真面目だったと。だけどこういう結果になるんだよ。どこでどうなるかこれ本当怖い。本当にな、もう人事だとかただのテレビの話だとか遠い話だって思ってるかもしれないけど、お前らももう本当に目の前、本当にここにもう来てるから、どんなに気をつけててもなったわけだから、俺も。じゃあもう何のこれかなみたいなのも見当つかない。何にもわからない。まあ本当言うと俺はなんないだろうぐらいに思ってたからな。まあやっぱりこの商売もやってるし徹底してるしな。まあ今日言ったように岡田もああいう風に発表したわけだろ。あんな強靭なあいつでもなるわけで、だから俺はならないっていうのは絶対にねえから。いやちょっと気が引き締まりますね。そうですね。本当に今の時代ね、誰がなってもおかしくないというものはありますので、皆さんできる限りの範囲で、皆さんの生活の中でのできる限りの範囲で、このね現在の状況を乗り切っていきたいと思います。お姉ちゃんとことか行くなよ。いや行かないし、俺ゲームもしないわ。行ってもいいんだけど気をつけろよ。でもトレーニングは再開されてるんですね。もう全然もう大丈夫なんだな。まあでも初めてやった時外出ただけでめまいしたけどな。うわちょっとこれやだからそれだけ甘くねってことだ。今は全然大丈夫。それゲームしてたからなんじゃないのか。じゃあ関係ねえな。ザック選手や同地選手のご好意を乗った上で、さらにトレーニングも詰めて、ゴーサインが出た時点で改めて IWGP タッグの方に動くと。俺的には今日からだったけどな。今日はお前らに呼ばれたからしか多分座ったんだよ。いやいやもうザック選手がやっぱね気遣ってんだよな、やっぱ。いや分かりました。でもこうやってね、いつでもこうやって太一選手と並んでお話ができて、いやちょっと貴重な話ですね。我々も安心しております。もう初めてじゃないかな、この彼と貴重な話できたのは。